はい、今回はですね、井上ラボというくくりでやろうと思うんですけれども、今回は僕のお掃除の様子ですね、そういったものをちょっと動画にしようかなと思ってます。で、これはですね、最近ですね、愛のエネルギー家事ということで、これはシリーズ対話コミュニケーションで出したんですけれども、そこでですね、お掃除の話をしていたんですね。で、そこでお掃除の、僕の、どういうふうにやってるかっていうね、そういったこともちょっと、動画でお見せできたらいいなということを思ったんで、今回はですね、そのお掃除の様子ね、これは何本か撮ろうかなと思ってますけれども、まずはですね、今回は、床のお掃除ですね。これのちょっと動画を作ってみたいと思います。今これ見てください。もう2回やったんですけれども、明らかにお掃除したとこ違うでしょ。ね、これもね後でちょっと道具を紹介したいんですけれども、これだけ違うということで、床の掃除なんかね、1年とか2年に1回ぐらいしかやらないんで、こういったね、かなり汚れがついているっていうことで、お掃除したとことねもうくっきり違うということになるんですけど、まずはですね、僕がどんな道具でお掃除をしているかっていうね、まずその紹介なんですけれども、基本的にはここにあるものなんですよ。でこれはね、3点セットって僕は言ってるんですけれども、まずはですねこれですね、激落ちくんということで、これですね。でこれはアルカリ電解水ですね。だから、アルカリ電解水だったら、何でもいいと思うんですけれども、この激落ちくんっていうのね。でこれは Amazon で特大サイズが結構安く売ってるので、これをね、一応在庫として購入したりしてます。でそれからあとは、拭くのがこのねメラミンスポンジってやつですね。はい。でこれはね割と大きめがいいんですけれども、今ねこうちっちゃいねものが割と多いんですけれども、僕はこの大きなものが好きなんで、このぐらいのね大きさのメラミンスポンジですね、これを使ってますね。であとは、こちらねキッチンペーパーね、キッチンペーパーもね、僕はこれを使っているので、大体この3点セットね、これがあれば床の掃除とか、基本的に激落ちくんのアルカリ電解水はもう何でもこれがあればね、もう本当この3点セットで僕はあらゆるところの掃除を、できちゃうので、もうほとんど他のものはいらないですね。他の道具はいらないって感じです。であと一応ね、メラミンスポンジがあまりに汚れまくっちゃって、でもまたね床の掃除続けたいよとかっていう場合のために一応バケツに水を汲んでます。そんな感じね。はい。ということで、僕シンプルです。もうこれだけです。これだけで床の掃除とかね、あらゆるところをきれいにしてます。ということで、今から掃除をしていきたいと思いますので、ちょっとね、その様子を映したいと思います。でまずはですね、これね最初にメラミンスポンジに、水をつけるかどうかっていうところもあるんですけれども、一応濡らして絞るみたいな感じで、多少濡れた状態にしておいてもいいかなと思います。これは濡らさなくてもいいと思います。はい。そして、今回はねどのぐらいやろうかな。これねちょこちょこやっていくんですよ。自分が楽しいなっていうふうに思える範囲でね、ちょこちょこ進めているので、今日はどのぐらいだろうな。大体目安つけるんですよ。どうだろう。撮影っていうこともあるんですけど、ここからですね、この辺かな。この辺から来て、で、終わりは、ここのラインで揃えてあるんで、ここにね、なんて言うんだろう。ちょっとこのラインみたいなのがあるんで、ここまでっていう感じ。で、ここまでね、こっちから順番に、拭いていきたいと思います。で、まずは、これですね。はい、この激落ちくん。これはね、もう僕は割と、もうシュッシュシュッシュやって、どのぐらいだろうな。どのぐらい30センチから40センチぐらいかな。そのぐらいまで一気に吹きつけちゃいまして、結構これはね、あんまり節約っていうことじゃなくて、割とふんだんに僕は使っちゃってます。で、あとはこのスポンジにもある程度吹きつけまして、で、これで、あんまり時間を置かなくてもね、かなり取れると思うんで、もうこれで、拭いていきます。もうすごいでしょ、これ。もうこれもう激落ちくんの威力、アルカリ電解水強いんですよ、これ。すごすぎ。はい。こんな感じで取っていくということですね。これも割と体の力を乗せちゃえばそんな腕の力はいらないので、こんな感じで、やっていく感じですね。これはちょっとね持ちながらだと非常にやりにくいのでちょっと置きましょう。でしつこい汚れのとこだけはですね、何回かゴシゴシやれば取れるんですけれども、結構ね場所によってやっぱり汚れやすいとこと汚れにくいのところがあって、
汚れにくいところはね、もうあっさりきれいに取れちゃいますよね。はい、で、ある程度ね、拭いてもいいなってなったら、キッチンペーパーですね。これで、ある程度こう切りまして、で、ここをそのまんま拭いていきます。はい。拭き取る感じですね。こういう感じですね。はい。それで、ちゃんとやっぱり乾ききった方がいいので、僕は2回やります。で、2回目は完全に、この濡れを取るっていう、拭き取るっていう感じですかね。はい。で、まあ、こういうふうにやっていきますということで、どうですかね。そこでもわかると思うんですけど、はい。こんな感じになりました。ね。こっちがね、綺麗になってて、今ここやったんですよ。ね。もうすごいでしょ。すごいくっきりわかりますよね。はい。まあ、こんな感じで取れていくということで、今回はこの幅でね、下がって、綺麗にしていきたいと思います。体重の重みをね、うまく利用すれば、そんなに手も疲れないですね。だからこれも体の使い方を覚えるっていうことにもなってますからね。あと体を動かすっていうね、もう何よりそれもかなり大事だし、こういったところで、やっぱゆったりした生活っていうかリズムですよね。まあそういったものを取り戻すっていうことにもなってると思うんで、やっぱりこれは大事ですね。はい。で、汚れを取っていくと。汚れを取って、はい。よいしょ。まあいいかな。こんなもんかな。はい。こんなもんですよね。はい。よいしょ。まあこんな感じでね、今やってきているんですけれども、まあこれでだいたい最後の、一区画ということになるんで、これはちょっとね、近場からお見せしたいと思います。で、なかなかね、このカメラ片手だとちょっと難しいんですけれども、まあこのぐらいだったらいけるかなと思います。で、これもね、ちょっとね、今汚れちゃったんで、一応ね、こっちで汚れを1回取りましてということで、よく絞って、
で、これそのままね、これでいきたいと思います。よいしょ。はい。体のね、重みを利用してやれば、腕にね、力入れるっていうことじゃなくて、体のあくまで重みで、この力を入れる形で、拭き取っていくっていう、そんな感じですよね。これだと腕そのものに力を入れるっていうことじゃないので、あんまり疲れないというね。たまにこのしぶとい汚れがあるところだけは集中してね、取っていくということね。大体これで取れないね、汚れはほとんどないんでね。あとはある程度取れればいいかなっていうね。そんな感じで。そんな厳密にやらないですね。またここでね、厳密にやるとですね、またちょっとストレスになっちゃいますからね。そう、ある程度取れればいいよっていう、そんな感じでやってます。はい。でいいかな、この辺。最後のラインのところをね、ちょっとオーバー気味に拭いてあげるという感じですね。いいかな。こんなもんですね。そしたら、キッチンペーパーで、まずは汚れを取ります。はい。汚れ取りまして、で、あとはね、やっぱりちゃんと乾燥させたいので、もう一回キッチンペーパーで、ちゃんと最後ね、残った水分を、拭き取るっていう、そんな形にしてます。いくらかね、こんな形で残るので、それを最後ちゃんと拭き取りますということですね。はい。ということでできました。はい。どうですか皆さん。すごい綺麗になったのが、汚れてるとこもね、汚れてるだけに明確ですよね。はい。で、こっちもね、やったとことやってないところが明確なんですけれども、こんな感じでね。これもだから自分がですね、気持ちいいなっていうね、心地いいなっていう感じる程度でね、毎日、コツコツ進めているっていう、そんな感じですね。はい、ということで今回はね、ちょっとお掃除をしている様子ということでね、床掃除ね、これは僕はどのぐらいだろう。1年から2年ぐらいに1回ぐらいですかね。これ全面的にね、結構床のね、面積が広いんで、そんなにね、頻繁にはできないんですけれども、たまにこういったことをやってます。で、僕はね、基本的にはここでは土足でいるんですよ。基本的には靴を履いた状態でね、撮影したり編集したりということで、この空間はね、基本的には靴を履いているんですけれども、それでもね、このアルカリ電解水でね、やって、このメラミンスポンジでやればですね、こういった形で簡単に取れるんで、これはね、僕は結構お掃除としてはおすすめのね、この3種の神器かなと思います。あとキッチンペーパーね。はい、ということで今回はね、床のお掃除ということだったんですけれども、またですね、どこかでね、お掃除をすることがありましたらね、また動画にしたいと思います。ということで今回は以上になります。じゃあ、またね。